皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日は5月歌舞伎座の千秋楽の日ですけども、松竹の株主総会があったんで、今行ってきました。場所は東劇で行われました。出席者非常に例年に比べて多いというふうに感じました。そして質問も、財務に関する質問と歌舞伎等に関する質問とバランスよくあったと思います。で、なかなかどんな質問があったかまでは公開されないんで、私の方で、毎年恒例ですけども皆さんにお伝えします。今日は歌舞伎のこの T シャツ、熊取 T シャツを着て行ってきました。私も質問しました。まずは財務面に関する質問内容を共有します。この松竹の連結損益計算書を見ると、やっぱり持ち分法による特損が45億円と大きいと。持ち分法による投資損失ですね、が45億円、そして事業撤退損失引当金が15億円と大きいと。これは何かという質問がありました。これまさに BS 松竹東急の撤退だということです。6月末まで松竹 BS 松竹東急としてやりますけども、もう撤退が決まってます。衛星劇場は有料の放送です。歌舞伎のいい演目やってますけども、無料で週に1遍以上歌舞伎の演目がされる BS 松竹東急、皆さんに公式 LINE でお届けしたこともありますけども、とても私たちにとっては有益でした。BS 松竹東急、その撤退のこの2つの影響ですけども、もともと BS 松竹東急というのは、松竹が放送免許を取ったのは2018年だそうです。2018年に免許を取って2021年3月に開局した。で、3年後から黒字という計画だったそうですけども、視聴率は予想通りなんですけども、広告収入が予定の 50% ということで、もう松竹はこれは撤退した方がいいだろうという判断をしたそうです。年間30億のマイナスのうち10億は松竹が負担しているということでした。なかなかやはりこの放送事業、しかも全国が見られる放送事業、ものすごくお金がかかりますね。あとと思ったのは、減損損失5億ですけども、実は代官山のメタバーススタジオ、勝太郎さんがコロナ期にメタバース作品を撮ったりしましたけども、閉鎖をしたそうです。知りませんでした。あと特徴的なのは財務面で、株式の変動で、株主として TBS と JR 東日本が、これが株主として増えているそうです。そういう連携をこれから強化するという話でしょうか。で、次は歌舞伎関連の共有です。歌舞伎関連では一つは大阪松竹座に行ったけども、今月3部の小五日はお客さんは入ってたけども、一部二部はもうちょっと一つだったということで、なぜ入らないのか、または誰に向かってやっているか、そのプロモーションマーケティングはどうなっているかという質問がありました。歌舞伎担当、演劇担当の山根取締役からは、現状は古典と新作のやっぱり両輪でやっているという話がありました。歌舞伎は今転換期だと、で世代交代期だということで、忠臣蔵は確かにすごく好評だったと。で、今までの忠臣蔵だと同世代ががっぷり組んでという形ですけども、今年の歌舞伎座からはこれは同世代で、完全に組むのは難しいんで、ダブルキャストでやったという話があります。大幹部、仁左衛門さん、菊五郎さんに、次の世代、例として上がっていたのは隼人さんと巳之助さんが出てました。次の世代、
に教えてもらうためにそういうダブルキャストにしたという話がありました。で、こういう形で次の世代にどんどん伝えていってほしいと、なるほどなというふうに思いました。吉根千本桜とか菅原伝授手習い鏡もこういう形にしたいということもおっしゃってました。あと私から質問したのはその出演作に関してですけども、松竹座の実は今月アラジン私見ました。ちょっとがっかりしました。歌舞伎というよりも、ディズニーと松竹新喜劇の、合わさったような舞台で、松竹今すごくインバウンドに力を入れてるんですけども、海外の方にこれが歌舞伎だと思えるとちょっと寂しいなという内容でした。そこで新作どういう基準でやってるのか、または新作と古典の割合とか決めてるのかということをお聞きしました。山根取締役が答えてくれました。新作の基準として一つは、やはり今のオピニオンリーダーはアニメだと、アニメから取るというのが一つあるそうです。あと歌舞伎座に関しては、歌舞伎座だけはきちんと古典との整合性を考えているということで、陰陽師とか、あとは大富豪同心、NHK のドラマにもなってるし、あとはキララ浮世伝のような NHK 大河もあることが分かっていたんで、そういう舞台を作っているということで、なるほどと、古典との融合ということを歌舞伎座意識しているそうです。あと、古典新作をやるにしてもきちんと古典を学んでからの新作ということは意識しているということで、勘三郎さんも言っていたように型をきっちりとしないといけない、そうじゃないと型破りではなく型なしになってしまうというお話もされました。あとは、歌舞伎系では別の方の質問で嵐の夜にを、博多座南座歌舞伎座で見たと。でも歌舞伎座が、12月だったんで、ちょっと空席があったと。本来は子どもたちもお客さんとして家族連れも見込まれるんで、12月ではなくて8月の夏休みにすべきじゃないかという質問がありました。そこは山根取締役から、歌舞伎俳優は個人事業主だということで、スケジュールの確保の都合によったとおっしゃってました。やはり嵐の夜の主人公主演は、獅童さんでしたいということで、獅童さんのスケジュールが関連してそうです。あと質問としてなるほどなと思ったのは、以前は口上で、会長のおすすめもありという一言が入ってくる最近入ってないという話がありました。それに対しては、昔は永山会長という親睦な方がいたと、今は松竹のおすすめもありというふうにバイネームではなくて、松竹という言葉に、役者さんが変えたという話をしていました。はい、ということで、11時5分まで、1時間5分の取締役会でしたけども、やはり直接聞けるいいチャンスだったんで、良かったなと思います。今度は、歌舞伎座、株式会社歌舞伎座のまた、株主総会にも行って、皆さんに動画をすぐお伝えする予定です。楽しみにしていてください。ぜひ、私のこの YouTube 以外に LINE 公式でも情報発信をしています。そちらもご登録ください。あと、6月の19日には世田谷文学館で常盤津和平太夫さん、和平太夫師匠の、これは演者と役者の内緒話という、この常盤津と役者さんのまさに本音、裏話も聞けるという会をします。ぜひお時間のある方はそちらにもお越しください。それでは、いいねをよろしくお願いします。皆さんの感想、質問お待ちしています。それでは今日は松竹株式会社の株主総会当劇でありましたので、そちらから終わってすぐ皆さんにホットな情報をお届けしました。歌舞伎 YouTuber の電脳和風でした。それでは皆さん、また。